道長とコレチカ。光る君へに学ぶ日本史。苦難に耐えられなかった御曹司。藤原道隆が関白に就任すると、まだ21歳の嫡男コレチカが内大臣となって道長の前に立ちはだかった。道長とコレチカのその後を詳しく見ていこう。藤原のコレチカは974年天延2年、道隆と正室高階の高子の間に生まれている。道隆にはすでに師匠との間に道頼という長男がいたが、正室の子供であるコレチカが嫡男となった。コレチカというのは院の委員と州の州公という二人の献身から取った名前である。道隆と高子がいかにコレチカに期待をかけたかが伺える名前である。道隆とその嫡男コレチカ、弟の高家、そして妹で一条天皇の中宮貞子たちは後に中関白家と呼ばれた。なぜ中関白家と呼ばれたのかについては、金家と道長の中間に位置したからという説が有力である。父金家は後継者を道隆に指名して死去する。すると摂政となった道隆は正室高子の父高階の成忠を13身に叙すなど、あからさまな身内優先の人事を行った。そのため公卿たちは反発して出仕拒否をする人々が多かったという。道隆の政り事での強引な手法が後の中関白家の急速な没落の遠因となる。この時期に道長は兄道隆の政治上の失策からより有効で効果的な政治手法を実地で学ぶのである。コレチカは源重光の娘と結婚し、19歳で権大納言に任じられた。すると正月の宴でコレチカは大臣と同じ席に座ったために道隆に席を追われるという事件を起こしている。若く傲慢なコレチカは有職故実などの前例を無視してたびたび藤原の実資らの公卿たちと対立している。しかし貞子が一条天皇の中宮となって中関白家はまさに我が世の春を満喫するが、快く思わない公卿たちも数多くいた。大鏡にはこの頃に道隆邸でコレチカと道長が弓争いを行った様子が書かれている。道長が我が家から帝が出て自分が摂政関白になるならばこの矢当たれと言って見事中心に当てたという逸話である。もちろんこれは後世の創作であろうが、道長が見事な射的を披露したのは事実で、小遊記にも記録がある。関白となった道隆は正室の高階高子に命じて中宮貞子のもとに優れた女房たちを集めさせた。和歌や漢詩にも素養のある高子は清少納言や赤染右衛門といった文学的才能にあふれる女房たちを集めた。そのため中宮貞子のもとには文学好きな一条天皇も頻繁に通い、貞子のサロンはいつも笑いに包まれたという。
清少納言は中関白家の栄華に満ちたその時の様子を枕草子に余すことなく綴っている。994年省略5年、惟親は道長など3人の大納言を飛び越えてまだ21歳の若さで内大臣となっている。しかし中関白家の華々しい栄華も長くは続かなかった。この年の11月に関白道隆は持病である糖尿病が悪化する。道隆は無類の酒好きで、それが持病の糖尿病を急激に悪化させたようである。一条天皇は惟親が道隆の病中だけという制約付きで関白に次ぐ内乱という地位にするという宣旨を下した。すると惟親の母高子の兄高階の信則が謀略を巡らし、宣旨の関白病冠という文字を関白病態に書き換えた。これだと関白の病に変えてということになり、惟親がずっと内乱にとどまることができることになる。いよいよ病状の悪化した道隆は惟親に関白の座を譲ることを望んだ。しかしこの高階家の陰謀が表面化したため、一条天皇とその母東三条院彬子は惟親が関白になることを許さなかった。特に東三条院は日頃からの中関白家の戦後ぶりと高子の実家の高階家が権勢を誇る態度を快く思っていなかったのである。関白藤原道隆は後継者を決定できないまま、翌995年長徳元年4月に摂政就任後わずか5年、43歳という若さで他界する。このため中心者が定まらないまま道隆を亡くした中関白家はその後迷走を続けた。その間を縫って道兼が関白となったが、疫病のためにわずか数日で逝去する。当時は天然痘が蔓延していたため、わずか4ヶ月の間に公卿10名のうち6名が疫病で死去している。後継者争いは生き残った惟親と道長の間で争われた。一条天皇は中宮貞子の意向を受けて惟親を内乱に指名しようとした。しかし東三条院彬子は天皇の寝所にまで押しかけ、涙ながらに一条天皇を説得したため、ついに道長が内乱となった。道長政権が発足すると、まだ22歳の惟親は焦り、火山法皇に不敬を働くという前代未聞の事件を起こしてしまう。996年の正月に起こった長徳の変と呼ばれるこの事件は、火山法皇と惟親の弟高家の従者が乱闘となり、2人の従者が死亡した。映画物語には惟親が愛人である故藤原為光の娘のところに火山法皇も通っていると勘違いして起こした事件だと言われているが、真偽のほどは不明だ。このため惟親と高家は共に太宰府と出雲へ左遷され、中関白家は一挙に没落する。貞子は一条天皇の子を解任していたが、あまりのショックのために出家してしまう。
しかし貞子を愛する一条天皇は出家後も貞子の三代を許している。貞子はこの年の12月に長子内親王を出産したため、惟親と高家は都へ召喚されている。貞子はさらに999年長保元年11月には一条天皇の第一王子となる敦康親王を産んでいる。同じ月に道長はまだ12歳の長女彬子を入内させている。道長は貞子を皇后にして彬子を中宮にするという強硬策を実行したが、貞子は義子内親王の出産時に逝去する。そのため敦康親王の後見として中関白家を復権させようと一条天皇と道長は苦心した。しかし公卿たちは過去に惟親が戦後を繰り返したため彼の復権を望まなかった。道長は彬子が敦平親王を出産するに至ってついに惟親の復権を断念している。1009年寛弘6年、惟親は道長、彬子、そして敦平親王を呪詛した罪で罪人となった。そして1010年寛弘7年正月、藤原の惟親は失意のうちに37歳で逝去した。藤原実資は中関白家の不運を見て正勇気に家福はあざなえる縄のごとしと記した。中国の故事で災禍と幸福とはあざなった縄のように表裏一体であり、一時的に一喜一憂しても仕方がないという意味である。誰の人生にも良い時も悪い時もあるので、悪い時はじっと耐えるべきだと実資は言いたかったのであろう。その後、惟親の弟藤原高家は土井の入港と呼ばれる海賊を九州で打ち破った英雄として家名を挙げ面目を施している。